あ、食ったよ。食った。あそこなんかね、小魚いるんですよ。これ手で取れないかな。さすがに無理かな。皆さんおはようございます。釣り車中泊旅中のたくあんです。現在季節は10月下旬で、現在地はですね、東北秋田県です。秋田県はね、もうすでにかなり寒いんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はね、秋田県のとある河川にやってきております。今回何をするかというと、この河川でですね、リバーシーバスゲームをやってみようかなと思います。秋田県はですね、川の中、リバーシーバスゲームがですね、すごく盛んで、有名な川がね、いくつかあるんですけれども、実はね、もうすでに、別の川、こことは別の川で、シーバスゲームをですね、地元の、ブレイズアイさんのですね、いつもオリジナルルアーなんかを作ってもらってる、ブレイズアイさんのメンバーの方に案内してもらって、すでにね、結構いいシーバスを釣らせていただいたんですけれども、今回はですね、そこで学んだことを生かしながら、この全く僕がやったことがないで、情報も全く頭に入れてない川で、シーバスをですね探しながら、でっかいシーバスをね狙っていこうかなと思います。僕が旅先でその良さそうな釣り場を見つけるのにはいつもこの Google マップの航空写真を使ってるんですけれども、今回もですねその航空写真を見ながら、ここ良さそうだなっていうポイントをこう見て、で実際行ってみて、実際ね行ってみないとね、その航空写真では良さそうに見えても意外と浅かったりとかね、結構わかんないので、実際行ってみてそれでね探していくっていう感じです。だからね、足で稼いでやっていくので、なんかまた動画が長くなりそうな気がしますね。秋田県は今年クマの出没が本当にすごくて、なんかねここに来て道中こう散歩してる人とかもね、このクマ鈴を皆さんつけてましたね。だから僕もクマ鈴と、あともしもの時のこのクマスプレーと、あと最終手段のですねこのフィッシングナイフ、これをね常に携帯して釣りをしていこうと思います。やっぱ有名な川だからでしょうね。結構人が通ってる跡がありますね。お、こんな感じか。結構流れの速い川なんですね。で水深は今僕がいるところはそんなに深くないですね。そうだな、そこが見えてるんで1メーターぐらいだろうか、この手前のところは。で向こうに流れの中心があって、強い流れがあるので、あの流れがこう落ち込んで緩くなるあたりだから、もうちょっと下流のあっちの方を狙ってみようかなと思います。移動するときはこう熊の足跡がないかなとか、あと熊のね糞がないかなとか、そういう熊の気配を察知しながらね、動いていきましょう。でたまにねこう藪の中とかに潜んでることもあるかもしれないんで、たまにワンワンワンとかね、こうやってこう大声を出して熊にね存在を気づいてもらえるように、熊にちょっと怖がってもらえるように動いていきましょう。この辺いいかもしれないな。ちょっとこう流れが上からあと降りてきた流れが緩む感じの場所です。ここでやってみましょうか。ここは悪くないんだけど、なんかテトラが前にあってちょっとこれが邪魔ですね。大きい魚がかかった時にここにすられてしまう可能性があるからな。よし、じゃあやっていきましょう。さあ、なんでねこの流れが緩まって、強い流れが緩まったあたりを狙ってるのかっていうと、今の時期はですね鮎がですね産卵終わって、で弱ってね流れてくるんですよ、瀕死の鮎みたいなのが。でそれをね落ち鮎パターンって言って、シーバスがですねすごく釣れるパターンの一つなんですけれど、それをやるためにですね、この流れがこう当たる場所
流れが緩やかになる場所、こういうところでねシーバスが流れてくる鮎をですねこう待ってるみたいなんですよね。そういうのをその落ち鮎のシーバスを狙うために、こういう流れの終着点といいますか、そういうところを狙ってます。ただ落ち鮎ってその日本全国で起こる現象で、どこの川でも起こる現象なんですけど、時期がまちまちで、九州の方はねもう11月とかだと思うんですけど、もしかしたら秋田はちょっと早いかもしれないですね。もうちょっとルアーフィッシングってリールを巻いてルアーをブルブル動かしてで魚を誘うっていう釣りが多いと思うんですけれど、このね落ち鮎の釣りはこう弱って流れてくる鮎にですねルアーを見せていかないといけないので、上流にこうルアーを投げて、で、少し潜らせて、でこうルアーをですね流れに漂わせてくる、ふわふわっと漂わしてくる。でリールはねあんまり巻かずにふわっと漂わしてくるみたいな、そういう釣りなんですよ。でこうシーバスがねいそうなところにですねルアーを流してやって、で食わせるという、そんな感じの釣り方がメインになります。あとは時期的な問題もあって、この間その案内してもらったこの別の川でね案内してもらったこの地元のエキスパートの方に聞いたら、秋田の落ち鮎は11月いっぱいぐらいまでらしいんですよね。落ち鮎が11月いっぱいまでというか、その川の中でシーバスが釣れるのが11月いっぱいっていう感じらしくて、でやっぱ冬になって寒くなってくると水温の高い海の方にですね落ちていってしまうんですよね。だからまだ釣れるのか、その辺もちょっとわからないところです。ルアーを大きくてボリュームのあるものに変えてみます。落ち鮎っていうのはその産卵前の成長した個体なので、割とこうサイズが大きいものが多いらしいんですよ。だからシーバスもですね、特に大きいシーバスはこういう大型のルアーを好む傾向があるということで、実はですねこのルアーは前々回の多分動画になってると思うんですけど、その時にねお会いした鮎を僕に食べさせてくれた T さんがですね僕に託してくれたルアーです。これがね落ち鮎に効きますよということで使わせていただきます。僕は T さんから落ち鮎について聞いたりとかはしてるので、落ち鮎のこの知識は多少はあるんですが、ただあんまり詳しいわけじゃないので、どういう場所を攻めていいかも実はこうあんまり分かってないので、探り探り自分の経験と教えてもらったことを照らし合わせながら探っていこうと思います。このルアーはすごいゆっくり巻いてもよたよたよたって動くんですね。だからこう上流に向かって投げてゆっくり引いてもよたよたこう若干体を揺らしながら泳いでくれるから、落ち鮎に効くんだろうな。確かにこれはいいな。流しやすい、すごく。この落ち鮎でルアーをこう流す時っていうのは上流から流してくるんですけど、ルアーの頭がですね下流側に向かってる方がいいらしいんですよ。だからこう糸が先に流されて、でそれにルアーがこう引っ張られて泳ぐみたいな、そんな感じがいいらしいんです。だからこうあんまりリールを巻かずにですねやってくると。で最後ねこう反転するじゃないですか。糸が引っ張られ伸びきって反転した時とかに食うらしいんで、そこでねこう軽くちょんとかってやってあげると、そこがこうスイッチになって食ったりするらしいです。こう新しい釣りを覚えるっていうのは本当楽しくていいですね。こう新しい釣りを覚えることで、今まで自分がこうやってた釣りにですねこうなんだろうな、エッセンスが増えるというか、それによってね得られて、今までの釣りとか他のね釣りもさらに磨きをかけることができるというか、やっぱね釣りって全部の釣りがこう通ずるものがあると思うんですよ。だからこの釣りもうまいこと魚を釣って習得したいですね。テクノロジア。ウォンウォン。
なんか割と新しい人の足跡があるんですよね。これ多分昨日だな。でこれ靴底の感じからすると多分ウェーダーとかブーツなんで釣り人だろうなと思うんですよ。だからまだ釣れてるんだと思うんだけどな、シーバス。わあすごいな、ここ辺り一面ススキで綺麗だ。ススキがまだこう綿毛みたいに広がってないところを見ると、言ってまだ秋の最中だな。なんか全然リバーシーバスいると思うんだけどな。さっきのところよりもう少し下流に歩いてきました。だいぶ流れが緩やかになりましたね。ちょっとこの辺でもやってみましょうか。上流方向に投げてふわーっと流してくる。夜来た方がいいんかな。ただここはなんかのっぺりとこう全体的に浅い感じで、魚がこう居つく場所がなさそうな風にも見えるから微妙かもしれないな。テクノロジア。クマもこんな変なやついたら怖いだろ。俺は怖いぞ。一人でこうやって喋ってんだからな。今行った場所、航空写真と地形が全然違いましたね。多分大雨とか降って変わっちゃうんだと思うんですけど、これだともう行ってみて判断するしかないから難易度が上がりますね。いろんなルアー使ってみるつもりなんですけど、落ち鮎ってなんかこのオレンジ色、お腹がオレンジ色のルアーが結構効くって聞きましたんで、基本はそういう色を使いつついろんなものを試していこうと思います。ここなんか鳥がいるな。ウト、あれカモメなんじゃないの？カモメかやウミネコかわかんないけど、結構上流なのになんでいるのかな。あれなんじゃないですかね。鮎を、流れてきてる鮎を待ってるんじゃないですかね。違うかな。ここめちゃくちゃいいな。向こう上流が背になっててこう浅いんですよ。でそこからザーッと流れが速くて、でそっちに集まって、でここの辺から緩くなってくる。多分上から鮎流されてきて、この辺の緩んでるところでシーバス待ち構えてんじゃないかな。でね、向こうにテトラもあるから、テトラというか消波ブロックというかね、あるから、あの隙間とかに日中はついてんじゃないかな。これはなかなかいい場所見つけたな。早速向こうの流れの速いところ、浅いところからザーッとこう流れが緩んでいるところ、緩んでくるところから打っていきましょう。多分水中になんか石が沈んでるとか、そういうところについてるんだと思うんだよな。日中は特にそういうところを見つけてやらないといけないんだけど、なかなか目視だけでは難しいよな。ここはこう浅い流れなので、潜らないルアーでやってみようかな。で、鮎カラーでやってみましょうか。浅いところから深くなるところの駆け上がりというか落ち込み部分に魚溜まってんじゃないかな。魚がいないって考えるんじゃなくて、ルアーが違うとか食わないだけって考えようと思います。というのもね、この間動画は撮ってなかったんですけど、同じような川で釣りしてたんですよ。この川と別の場所で、案内してもらった時なんですけどね。その時に最初にミノを投げたらでっかいシーバス釣れたんですよ。なんか橋の明暗の境にこうルアーを流していくような釣りをしてたんですけど、まずねミノでね85センチのシーバス釣れたんですよ。で
その後ねずーっと打ってたんですけど全然反応なくて、いろんなルアー変えても反応なくて、で帰り際にね最後にワームを念のためやってみようと思って投げたらですね、これまた3連発でね釣れたんですよ。で明暗の境ってそのポイントが何ていうんですか、もう絞れてて、そこのピンの場所ですか、狭い場所でしかこう魚がいないじゃないですか。でそこにやっぱいたので、やっぱルアー変えると食ってくる魚っているんですよね。だからいろんなルアー試します。魚はいるはず、絶対いる。騙せてないだけだ。今ね弱った鮎っぽい魚、この辺泳いでたんですよね。ふらふらっと。あれどこ行った？あ、いた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 。あっち行ったあっち行った。あっち行ったけど、あれ鮎じゃない？ちょっとゆっくり近づきますね。多分これほら鮎だ鮎だ鮎だ。落ち鮎ですよ。ほらこれです、これいますね。これがいるってことはまだチャンスありますね。シーバスこれ手で取れないかな。さすがに無理かな。あ、いけそう。あ、それぐらい弱ってるってことなんだ。へえ、ほら鮎ですね。そうか、なるほど。ここは鮎が流れ着いてる場所ってことが分かった。ということは今時間じゃないにしても、例えば夕方とか夜とかいい時間に来たら釣れるかもしれないですね。この鮎が溜まってたゾーン、目印つけときましょうか。あれ鳥がいっぱいいんな。あそこなんだ。今ねこの辺で釣りしてたんですけど、このちょっと上流、これ見えるかな、白い点々。これね鳥なんですけど、多分ねサギですね。これだけね集まってるってことは、あそこなんかね小魚いるんですよ。鮎があそこも流れ着いてんのかな。ほらなんか取ってるもんな。このエリアもご覧の通り山に囲まれてるんで、時々ツキノワグマが出るそうなんですけれど、なんか離れしてきたのかちょっと恐怖心が薄れてきましたね。まあでもそういう過信みたいなのが良くないと思うから、警戒はね怠らないようにするんですけれど、この間ね2つ前の動画になってると思うんですけど、 T さんいらっしゃったじゃないですか。僕に鮎を食べさせてくれたあの方がね、駆除されたツキノワグマの爪を持ってらっしゃったんですよ。でそれがねすごいでかくて、これで引っかかれたらもうひとたまりもないわなっていう感じだったんですよ。でツキノワグマにですね引っかかれましたっていう風にニュースでこうたまに報道されてるじゃないですか。あれってねほんとまともに食らうと顔の皮がねベロンってこうめくれてしまうような威力なんですって。だからクマにねその襲われた傷ってねほんとすごいえげつないんですって。だからまあそれをねこう肝に銘じながら常にクマスプレーを携帯して警戒を怠らないようにしましょう。はい、夕間詰めというかもうだいぶ暗くなってきたんですが、鮎を見かけた場所に戻ってきました。いろいろ回ってみたんですけど、やっぱそこが一番いいかなと思うんで、そこでねちょっと暗くなるまでやってみようかなと思います。こちらですね、目印まだあります。崩れてませんでした。絶対いると思うけどな。ここは鮎もいたしな。時期的にもう終盤だとしても
まだ鮎がいるのだからシーバスは残ってるはず。全部海には下ってないと思うんですよ。でこういうその終盤の時期に残ってるやつはでかいらしいので、釣れたらね80センチとか、もしかしたら夢の90オーバーとか釣れるかもしれないですね。水が結構澄んでるから、やっぱこれぐらいの暗い時間じゃないとシーバスも活動しないし、ルアーには食ってこないんじゃないかなと思うんですよね。さあだいぶ暗くなってきたんでライトをつけてやりましょう。この赤ライトでちょっと見づらいですけどね、ご容赦ください。これやってると高知で赤目釣った時思い出しますね。この赤いライトでずっと一晩中やってました。今日はね日中気温が17度ぐらいまで上がったんですよ。で最近寒い日が続いてて、昨日今日ぐらいはね割と日中暖かかったんですよ。だからね水温も上がって活性高くなってるんじゃないかと思うんだけどな。ダメか、いないんかな。やっぱもっと下流行った方がいいんかな。海水が混ざるぐらいのところまで行った方がいいのかな。鮎が流れてくるっていうのも見えないですね。やっぱもう終盤戦なのかな。終盤戦というかもう終わりなんだろうな。ドンと釣ってまだ終わらんよって言いたいけどな。これ見えるかな。この浅くて流れが止まったところに小さいねメダカみたいな小魚いっぱいいるんですよ。昼間鳥が取ってたのはこの魚かもしれないですね。鮎じゃないかもしれない。ほらオイカワの子供かな。こんだけ打ってソフトルアーまで打っていないってことは、食わないってことはいないのかな、さすがに。スーパーで食材調達といきますか。やっぱこういう地元に根ざしたスーパーっていうのは好きだな。よし、じゃあ晩ご飯にしますか。いつも通りの流れですが、今回はね、多分前回の動画になると思うんですけど、釣れたマダイと、あとなんかねちょっと面白そうなもの買ってきたんで、これで晩ご飯作ってみようと思います。では今日の晩ご飯は前回釣ったマダイの残りと、あとね地元のスーパーでこんなの買ってきたんですよ。とんぶりっていうものなんですけど、なんかねほら魚卵みたいなつぶつぶのものが入ってるんですが、これほうきの実っていう、木の実みたいなんですけど、なんかそれをどういう加工をしたのかは分かんないですけど、なんかね大地のキャビアって書いてあって、なんかレシピがねその売り場に書いてあったんですよ。それがねすごい美味しそうだったんで作ってみようと思います。マダイは普通に皮を引いてお刺身でいただきましょうか。こっちも綺麗ですね。ではこの大地のキャビアとんぶりなんですけれど、見た目はこんな感じ。確かにねキャビアっぽいですね。ちょっとこのとんぶりをこの何の味付けもなしで食べてみようと思います。ほんとなんかプチプチの食感。なんか風味はね若干なんか栗とか芋っぽい、ちょっと違うんだけど、それにねなんか海藻類のなんていうんですかね、青臭さっていうわけじゃないんですけど、その雰囲気を足したような感じがしますね。これは食感を味わう食べ物ですね。食感はほんとプチプチ、ほんとキャビアみたいですごくいい。
これね、すごい健康にいいみたいで、食物繊維の量がね、同じ重さだったらごぼうよりもあるらしいですよ。その他にもね、すごいいろいろ栄養素があって、野菜不足の僕にはね、ぴったりの食材です。ではね、こちらにシーチキンを入れていきます。本当は油をね、切った方がいいのかもしれないですけどね、ちょっと今回はめんどくさいのでこのままいきます。で、ここにマヨネーズを入れてツナマヨ風にします。これね、2025年3月12日って書いてあるんですね、賞味期限。ルーフキャリアの上にね、積んであったやつです。いつ買ったやつかは分かりません。ただマヨネーズってね、腐んないらしいので多分大丈夫だと思います。はい、じゃあこちらを和えまして、ちょっとだけ醤油も入れようかな。ちょっとだけで和えまして、でこれを温かいご飯の上にたっぷり乗せて、でまだ丼が残ってるので追い丼しときます。でこれはこの間のラーメンで使った卵の残り、煮卵ですね。こちらをポンと添える。はい、完成しました。マダイのお刺身と丼丼です。それではいただきます。ではまずはマダイからいただきましょうか。おお、やっぱ油がふわっと浮いていい感じですね。柵の状態ではありましたけれど、少しね置いておいたんで身がねこうしっとりしてて油が回ってる感じがして美味しいですね。日本酒飲みたいな。でもこの後まだ釣りするかもしれないからちょっと飲めないですね今日は。さあお次は丼丼いただきましょう。さあ美味しいんでしょうか。いただきます。やっぱ食感がいいですね。で丼のさっきねお話しした風味がこのシーチキンマヨネーズツナマヨの味を邪魔するかというとそれほど主張しないので、ほんと食感がプラスされてなかなか美味しいですね。これ僕かなり好きかもしれません。今回ね僕はそのがっつり食べたかったんでご飯にかけて丼にしましたけれど、これクラッカーとかに乗せてお酒のあてとしてもすごくいいかもしれないですね。これはなんか普段の食事に入れるだけでなんだろうな、栄養価が高まるみたいな感じがしてすごいいい食材ですね。このプチプチ食感がキャビアみたいだ。キャビア食べたことないんですけどねごちそうさまでした。で今日はデザート代わりにですね、味噌漬けきりたんぽっていうのがね売ってたんで、これをいただこうと思います。日本人は味噌好きですよね。いただきます。甘く味付けられた味噌がうまい。きりたんぽはもち米で作られてるわけじゃないんで、お餅ほどこうもちもちしてるわけでもこうビヨンって伸びるわけでもないんですけれど、なんかねこの素朴な感じが僕はすごい好きなんですよね。さてエネルギーも補給できたことですし、今からもう一戦行ってきますか。はい、おはようございます。現在時刻午前3時でございます。
鮎を見かけたポイントにまたやってきました。やっぱりね、ここだと思うんですよね。で、川の釣りなんですけど、やっぱ海の釣りとリンクしてるところがあるのかなと思うので、潮のタイミングがこの満潮前後でやってきました。満潮付近までやって、次下げ潮ぐらいまでやってみようと思います。やっぱその海で釣れるタイミングは、川は潮の満ち引き関係ないけれど関係あると思うので、その時間帯に再挑戦してみます。ちょっと荷物を受け取りにやってまいりました。こちらは相棒が送ってくれた冬物の服とか、あとはちょっと使いたかったルアーとか、あとは冬用の寝袋ですね。いや、ありがたい。もう今ね、これがないと朝が本当に寒くて困るので、こういう冬用装備を送ってもらいました。今日はね、爆風でちょっと釣りはしづらいので、釣りはオフの日で車のメンテナンスをしようかなと思います。この車もね、もう走行距離が24万キロ近くなってるので、やっぱり5000キロに1回ぐらいはね、オイル交換しておきたいですからね。さすがにこれはちょっとあれしとこう回収しとこう。どうよこの爆風加減とても釣りができる環境じゃないですね。なんかね、こういう日の車中泊はちょっとね、寂しくなりますね。特に寒い季節は。夜釣りをするために明るいうちにね、この橋をですね、点々と上流に下流にね行きながらチェックしてます。何をチェックしてるかっていうと、まずこう入れるところがあるのかなっていうところ、入って下に降りて釣りができるのかなっていうところと、あとね、大事にしてるのがこのどういうライトがですねついてるのかですね。あんまりね、その明暗の境目を狙うんですけれど、こういう橋の下にライトがつくと明暗の境ができるじゃないですか。そういうところを狙うんですけれども、あんまりね、LED ライトはね良くないかなと思ってます。僕が一番好きなのは昔ながらの高速道路とかによくあるオレンジ色に光るライトあるじゃないですか。あれがいいですね。で、この白色系の光を放つライトでも蛍光灯みたいな昔ながらのライトがいいですね。そういうライトの方が何なんですかね、紫外線のその量というか質の違いなのか、 LED はねいまいち良くない気がします。あっち側は多分立てそうにないですね。でね、こういう水中の障害物なんかも夜はすごく見にくいので、先に見ておいて大体の場所を把握しておく。でやっぱああいうところのね後ろとかには魚つきやすいので、その攻めるためにもで引っかからないためにも見ておくっていうのは大事かな。よし、やっと降りれた。昼間確認しといたルートで降りてまいりました。よし、橋脚の明暗の境ですね。やってみましょうか。といっても全然こう釣れるのかどうか未知で、今時期どうなんだろうなって思ってたんですけどね、
さっきねここより1個上の上流でね釣り人いたんですよね。だからね多分まだ行けます。こんな時にね、しかも今平日なんで釣り人いるってことは釣れるんですよ、シーバス。よいしょ。結構流れが速いな、ここも。いや、ここいい明暗なんだよな。来たらでかいはず。この明暗の境は線で探るというか点で探るイメージですね。上からこうルアーを流してきて、その当たったところにシーバスがいれば食うって感じだから、線の釣りじゃなくて点の釣りになるんですよ。だから距離を変えて、投げる力加減を変えて攻めていく、そんな感じでやった方がいいだろうな。そして多分いろんなルアーを投げた方がいいんですよ。一つのルアーだけじゃなくて、こういうとこにいる魚っていうのは結構打たれてて狙いやすいポイントですから、釣り人が攻めてたりするんで、こう魚も賢かったりするんですよ。こんにちは。釣れました？いやーダメですね。あれ、どちらから来られました？僕はちょっと住所不定なんであれなんですけど、そうなんですか。県外です。とりあえず。そうなんですね。15ポンドぐらいあるやつとかも平気で釣れるんで。そうなんですか。うん。いや、そういうの釣りたいなと思って頑張ってるんですけど。ここびっくりした。こんにちはって声かけられて絶対釣り人来ないと思ってたからな。まあでも安心しました。釣り人がいるということはまあ釣れるということだと思うし、というかまあその方々地元の方だったのでいろいろ話を聞いてみたんですけれど、もうねシーズン的には終盤の終盤、もう本当に終わりかけというかもうほぼ終わってるみたいな感じらしいですね。で落ち鮎とかはもっと早い時期みたいですね。だから今落ち鮎とかはあんまり関係ないんだけれども、居残りのシーバスがいるような時期らしいです。で釣れたらでかいらしいです、上流の方は。まあでもちょっと厳しいので、下流に下にちょっと向かってみます。テクノロジー、下に降りてきました、下流側に。じゃあスネコンでやってみます。落ち鮎はもう終わってるのかもしれないけれど、最後の落ち鮎を意識してルアーを流していこうかなと。ここはもうあれかな、海の範囲というか潮の満ち引きが影響して、もしかしたら下の深いところには海水が混じってるかもしれないですね。まあでも言ってる結構上流だからな、そんなことはないのかもしれないけど。水はでもやっぱね、上流よりも水はあったかい気がする。海水はこの、ね、表面は海水は混じってないですね。まあ、結構上流だからそりゃそうかっていう感じなんだけど、多分こっち側が浅いってことは向こうが深くて、向こうの方が流進というか流れの中心だと思うんで、できるだけ向こうにルアー届かしたいですね。ちょっとこのルアーだと飛距離不足だな。ちょっと沈ましてみよう。下の方の層を探ってみよう。よし、河口付近に行ってみよう。そういえばこれご紹介しておきます。パンダちゃん袋。これはですね、何かと言いますと、ここにですね石が入ってまして、石を入れて三脚の重りにするんですよ。ここに引っ掛けて、ほら新入りです。可愛いでしょ。はい。今日は釣りに来られてたんですか？はい。ちょうど河口に。いや、ここら辺どうかなって見てたら、じゃあ川やろうと思ってたんですか？川やろうと思って。そうなんですか？たくあんさんじゃねえってそうって
嘘だって言ってでもよくわかり降りてみたんですよくわかりましたね。車もないのになんかこうまさかでもこんな広い秋田の中で本当にラッキーでびっくりしますね。ついてるよ本当に。たまたま河川敷で出会った視聴者さんと秋田のですね、ご当地のチェーン店のラーメン屋さん、有名なラーメン屋さんである、五作ラーメンというところにね行くことになりました。まあ釣れない時はねこうやって息抜きをするのも大事ですね。ですよね。お仕事。体温まりますね、味噌ラーメンは。美味しい。やっぱりこの味。おはようございます。しばらくね川の中上流も含めてねいろいろやってたんですけど全然反応がなかったので、もうシーバスは川からですねもう河口付近というか海に落ちてしまったんじゃないかなというふうにね思いますので、ちょっとね河口部にやってきました。向こうはもうねすぐ海なんですけど、もう海水がね混じって比較的こう水温が高いような場所でやってみようかなと思います。今回の長考中にお世話になりました温泉アリーナスっていうところなんですけど、ここねなんとお風呂300円で入れるんですよ。安いしね、しかもちゃんと温泉だし、お世話になりまして、最後にもう一回疲れを癒しに行こうかな。はい、今回のリバーシーバス長考終了です。いやー今回は見せ場がなくてすいません。本当はね何日かやったら1匹ぐらい魚釣れるかなって思ってたんですけど、いや僕もまだまだ修行が足んないですね。もうちょっとね鍛え直さなきゃいけないなって思いました。で僕をですね別の川でですけれども案内してくださってシーバスを僕に釣らせてくれた方がいらっしゃるんですけど、その方はですね僕と同じ時期にやっててもやっぱコンスタントに魚を釣られてたので、同じ秋田県内ですからやっぱりね川の中にシーバスはいたんだと思うんですよ。で僕がそれを釣りきれなかっただけっていう、居場所を探せなかったし食わせることもできなかったっていうだけだと思うので、いや本当にねまだまだ修行が足りません。なので、いろんなところでね全国で回って、自分でね一からこう魚を探すような経験をどんどん積み重ねてね、ゆくゆくはこう全国どんなところに行ってもこう魚をねコンスタントに釣れるような腕の立つ釣り師になりたいですね。ということでね今回はこんなところで失礼します。また次の旅先でお会いしましょう。バイバイ。はい、ということで川が厳しいのでサーフにやってきました。この間マゴチが爆釣した大きいマゴチが爆釣した場所ですね。で今日もサーフでここが浅いんですよ。マゴチ釣る時の動画見てもらったら分かるんですけど、浅くてだいぶ前まで入れたんですけど、今日は結構海が荒れてるんで全然入れないですね。ちょっとこの辺浅いんですけど、こうやって波がザバザバしてるときはシーバスがいいと思うんでやってみましょうか。よし、じゃあこの辺りね水深膝下ぐらいしかなかったと思うんであんま潜らないミノーでやってみます。手前の浅いところに魚いるかな。結構沖の方から波が立ってきてるから遠くまで浅いんですよねここ。手前からだ厳しいか。こんな浅いとこしか打てないもんな。本当に膝下ぐらいの水深のとこしか打てないから厳しいかな。なんか鳥が飛んでくるとか
魚が跳ねるとかなんかヒントがあればいいんですけどね。今のところ何も見えないですね。どんどん探り歩いて、投げては移動投げては移動でやっていきましょうか。どっかには入ってきてるとこあると思うんですよね、魚が。なんか水の色はちょうどいい感じですけどね。シーバスをやろうと思ったらど茶色にこうコーヒー牛乳みたいに濁ってもないし、かといってすごくクリアでもないし。これ分かりますかね。ここに潮目ができているの。前にここでマゴチ釣った時にマゴチの群れの場所を見つけるキーになったのがあの潮目だったんですけど、この辺りちょっと狙ってみましょうか。よし、この沖に潮目が走ってる辺りやってみましょう。まああの潮目見えてるところまでは届かないんだけど、あれに乗って手前に入ってきてないか。入ってきてると嬉しいんだけどな。でここはこう泡が集まってるじゃないですか。だから多分打ち寄せた波が帰ってく離岸流みたいになってるんだと思うんですよね。ここ沖に出てるのはその流れかもしれないな、潮目というよりは。ここはこう右にこう流れて、向こうからはこう左側こっち側に流れて、ここでまとまって向こうに出てってるんですよね、流れが。だから僕の立ち位置だとルアーはですね、向こうに右にこう流されていきます。これが離岸流ですね。まあこうやって波が強いと離岸流ができるんですけど、この間マゴチした時は本当穏やかだったんで、離岸流がすごいね、できるんですけど分かりにくい状況でしたね。このサーフってそうだな、40メーターぐらい先に一旦こう浅くなってるところがあるんですよ。サンドバーとかっていうんですけど、そこの浅いところに波が当たると一回モコって波が盛り上がったりとか、そこで波がザーッと崩れたりするんですけど、そこよりもこっち側はちょっと深いんですけど、こっち側には入ってきてない感じがしますね。このサンドバーの奥にルアーを投げて、その沖を回遊してる魚を狙ってあげないといけないんじゃないかな。結局新編の釣りになってしまうのか。ちょっと沖を狙ってみましょう。なんか気配がないんだよな。ちょっと車で大きく移動してみようかな。ここのサーフもかなり広いので、ちょっと大きくエリアチェンジしてみます。1キロぐらいかな、車を走らせてだいぶ移動してきました。ここで足を止めた理由は、そこに潮目があるのと、あとここにもちょっと弱いけど1本あるかな、ここほら。で向こうにもほら潮目があるのと、この辺はね潮目がいっぱい入ってたんで、ここでやってみようかなというふうに思ったわけです。よし、じゃあまずあっちの潮目周り、その根元付近に行って釣りしてみましょう。あとここは手前がすごい浅くなってて、砂が露出してて、ほら立ち込めるんで少しだけ前に出れますね。ていうかなんか波が若干落ちてきた気がしますね。昨日までね正面から爆風吹いてたんですよ。だから大荒れだったんですけど、でその波が残ってたんですけど、なんか落ちてきた気がしますね。日本海側って風が止むと割とすぐ波が落ち着くんですよ。太平洋側はなんか荒れると 2,3 日に残るじゃないですか、波が。
った食った。あ、やっぱシーバスいるじゃん、ほら。よっしゃ。やっぱ荒れるとシーバス入ってくるんだ。あの波が立ってる中にいましたね。すげえいい当たりだった。ゴンってきた。よっしゃ、やっとシーバスに出会えた。お、いい引きだな。お、ちょっと早く手前に寄せすぎたか。いい引きだ。お、元気なシーバスだな。お、綺麗だ。よし、キャッチ。よっしゃー、よっしゃー。はい、やりました。やっと出会いました、シーバス。すごい。やっぱサーフのシーバスって綺麗ですね。白銀でいい引きでした。あ、やっと出会えた。ありがとう。ほら、やっぱサーフのシーバスって綺麗なんだよな。いい魚ですね。結構太っててコンディションもいい。すごい元気な個体でした。いやー、やっぱシーバスってかっこいいな。このピンと立ったヒレがすごいかっこいいな。さあ、だいぶ回復してきたかな。よし、そろそろいけるかな。さあ、おいき、ありがとう。でもやっぱり釣れたのは沖でしたね。沖のそのサンドバーっていうんですけど、浅くなってるところの向こう側ぐらいだったかな。やっぱ沖なんだな、ここは。やっぱりあれだな、シーバスを釣るときはふわふわっと漂うように巻いてあげた方がいいんだな。前マゴチとかヒラメに釣れた時はこう一回着底させてちょんちょんと早くしゃくってもう一回着底させてみたいな、こんな感じの速い動きで誘ってたんですけど、やっぱシーバスはね、こういう動きでも釣れるんですけど、こうどっちかというとこうふわふわーっとゆっくり巻いてあげた方が、ルアーをですね水になじませて漂わしてあげた方が食いがいい気がしますね。まあ時と場合によるんですけど。よし、来た。よっしゃ。やっぱここ溜まってんのかな、シーバス。いいね。こんなに、あ、外れた。くそ、バレちゃった。でも今までの苦戦が嘘みたいに連発している。まあ魚釣りってこんなもんですよね。やっぱこうなんか魚が釣れそうな場所っていうのはうまく言えないんだけど雰囲気がありますよね。多分水の流れなんだろうな。こう水がですね流れてちゃんと動いてるような風にこう見えるんですよね。そういうところが僕はこう魚釣れそうだなっていう雰囲気をそういうところから多分感じ取ってるんだと思うんですけど、僕はそれがすごくしますね。ただまあそれは魚が釣れたから言えることなのかもしれないですけどね。そう思い込んでるだけなのかも。はい、初めはねリバーシーバスを狙った今回の兆候でしたが、リバーシーバスにはね完全敗北しましたね。本当にねたくさん釣りをしました。動画になってるのはね、まあ、今回も長い話になりそうだから50分とかね、まあ、40分とかそんな動画になってると思うんですけれど、動画を撮った量だけで言ったらこの胸のカメラだけで512ギガのメモリーカードが2枚いっぱいになってて、でそれと同じぐらいのデータ量がスマホとか、まあ、ドローンとかねいろんなものにあるので今回の撮影だけで
そうだ、2テラぐらい多分データ容量があります。だからもうこれから編集が地獄ですね。まあそんなわけでこんな感じでね、大苦戦してる日もいっぱいあります。僕の YouTube だけ見てるとすごい魚いっぱい釣ってるなーなんて思われるかもしれないですけど、それはね、短く編集してるからそういう風に見えるっていうだけで、僕もねまだまだやっぱ修行が足りません。これからもねいろんなところに行っていろんなところで経験をして経験を積んで釣りもっと上手くなりたいですね。まあでも楽しかった。